周年隊が現れた。計画通りに戦闘を開始するぞ。ちっと緊張すんな。多分36人のヒロインと戦うことになると思うが、どんだけのやつが最終形態で出てくるかわかんねえからな。アルファは彼女たちと周年隊が戦闘している間に行動することを推奨します。成功率 73%。 管理人の現在位置は自宅です。未来はヒロインではないが、シーサイドパラダイスの管理人としての力を持っている。万が一のために道具を多めに用意しておいた。能力制限、言語制限、行動制限、思考制限。状況に応じて使い分けよう。説得に失敗した場合、直ちに行動に移す。水着一つ買えねえのに、そんなにたくさんどこから仕入れてきたんだよ。私の未来100年分を担保として法廷に差し出したのだ。マジかよ。平和を勝ち取るためだ。これは必要な犠牲なのだ。フランカーは我々の身体のサポート、アルファは情報提供、メルは皆の役割は私が決めたのだから、相応の対価を背負うのは私の義務だ。なんであたいだけ飛ばしたんだ。ところでフランカーがどこに行ったのか知らないか。なんで目をそらすんだよ。やましいことでもあんのか。あたいの役割も言えよ。フランカーはイカ焼きを食べています。はあ、あたいたちに隠れてイカ焼き食べてんのかよ。よーし決めた。作戦が終わったらあたいたちも思いっきり食おうぜ。皆さん言っちゃいましたね。わかってますよ。オフィーリアさん、変態さんに残ってくれるよう頼むべきだったんでしょうか。もし残ってくれって言ってたら、そうしてくれたでしょうか。かもしれないですね。なら今からでもナビゲーターさんだってずっとここにいるわけにはいきませんよ。世界を救うという仕事があるんですから。世界を救うですか。まったく、私を含めてこの宇宙にこれだけのヒロインがいることが彼の失敗の数を物語ってるっていうのに。だったら私のそばにいてくれたって。あなたの目にはそう映っているんですね。でもうちにはそれぞれのヒロインの誕生こそがナビゲーターさんの数えきれないほどの努力を物語っていると思います。それはナビゲーターさんが世界を救うことを諦めたことはなかったという証拠なんですよ。オフィーリアさんはどうやって彼と出会ったんですか？うちの場合はナビゲーターさんが任務のためにうちの故郷に来たのがきっかけでした。当時はレベレーションスプリングに入ったばかりの頃で、それからいろいろあってナビゲーターさんのそばに配属されたんです。本当にいろんなことがあって、いろんなことが。その後本物の騎士になれたんですけど、気がついたらここにいたんです。それ何も話してないのと同じじゃないですか？だって自分の過去を話すのってとっても怖いことなんですよ。聞いたことがあるんです。すごく仲が良かったはずなのに、ナビゲーターさんとキスしたことがあるっていう自慢話をしたせいで命を狙われ続けてる人がいるって。未来さんもここ数日毎朝起こってたことは誰かに自慢したりしない方がいいですよ。当たり前です。そもそも自慢する要素がないでしょう。
でもそれ聞くと彼を引き止めるなんていよいよ無理ですね。何ですかその気持ち悪い笑いは。未来さんは人の気持ちがわかるいい子なんですね。美少女なんですからそれぐらいできて当然でしょ。管理人さん、いるか？イザベラさん。シーサイドパラダイス管理人、未来。ヒロイン偽装罪、宇宙侵入罪、宇宙の平和破壊罪の容疑で、あなたを裁判にかける。未来さん。オフィーリア、あなたにも同様に、宇宙の平和破壊共謀罪の容疑がかけられている。心理法廷の命令書。本当に作用している。イザベラはどうかしちまったのか？はいになっていますね。予想という賭けに勝ったからでしょう。やはり未来は宇宙の平和破壊の首謀者だったのだな。正真正銘、この宇宙に属さない亡霊だったわけだ。待ってください。この宇宙に属さない亡霊。冗談にも限度ってものがありますよ。ならヒロインであるあなたがナビゲーターの記憶を持たないのはなぜだ？記憶を失っているヒロインなら他にもいるじゃないですか。ドライバーであればみんな巨大化できるはずだが、なぜあなただけ変身できない？なぜあなただけ特殊能力を持たず職位に応じた権限しか持っていないんだ？私には記憶がないんですから、変身の仕方がわからなくてもおかしくないじゃないですか。誰にもやり方を尋ねなかったのか？変身を試みたことは？私は変身できないのだろう。それだけじゃない。コズミックパスを非公式ルートから登録したのはなぜだ？それはあなたがこの宇宙に認められていないからだ。なぜあなたのシーサイドパラダイスが絶え間なく執念体を生み出し続けているのに、いつまでたっても原因を突き止められない？あらゆる不和があなたのもとに集まっているのだ。答えは明白だろう。これでもまだ自分は正常だと言い張るのか？私そうだ、未来、あなたはヒロインなどではない。ただの亡霊なのだ。偶然この宇宙に迷い込んだに過ぎない。そして我々の目的はあなたを元の宇宙に戻すことだ。なんかこの執念体ども硬くなってねえか？攻撃性も増しているぞ。未来、戻ってきたよ。未来。騒がしいぞ。ほら、ナビ君が元に戻ったよ。俺の格好が元に戻ってる。変装の効果が切れたのか？こちら心理法廷です。新たに宇宙滞在事案が発生。ヒロイン偽装罪、宇宙侵入罪、宇宙の平和破壊罪の容疑でシーサイドパラダイス管理人未来を追放刑に処します。